In the valley of the green, looking up at the gray and the gold. Holiday tarot, the stories that never get told. From the junk frost summit to the edge of the world we see. Grind a wall breathing, setting the spirit free. Holiday tarot, grind a wall above the clouds. スイスのグリンデルワルトです。ここは街を中心に四方名峰に囲まれたまさにハイキング天国。多くのハイキングマップはユングフラウヨッホをはじめとする標高の高い山々が上になるように描かれています。このエリアは本当にどこにでもハイキングコースが張り巡らされていますが、大きく分けるとアイガーの膝元エリア、プフィングシュテック、そしてフィルストの3つのエリアに分かれます。今回は南東側のプフィングシュテックエリア。ここから山小屋のベーレックへ続くルートは標高3104メートルのメッテンベルクという山の山腹を横断しながら歩くコースです。早速行ってみましょう。まずはロープウェイでプフィングシュテック駅に向かいます。乗り場の名前はグリンデルワルトですが、鉄道の駅とは違うので気をつけてください。街の中心部から10分ほど歩くと乗り場に着きます。ロープウェイに乗る前からアイガーをはじめとする山々が見えていて大迫力です。ロープウェイの料金は往復で1人27.2スイスフランでした。駅を降りてすぐの場所にはレストランや巨大な滑り台、子供用の遊具などがあり、ハイキングをしない人でも楽しめるスポットになっているようです。ここからいよいよハイキングコースに入ります。スタートしてすぐグリンデルワルトの街並みとアイガーの東壁が見えています。このコースは林道から始まります。木々の隙間から見えるアイガーの方向に向かって歩いていくので、この森を抜けたらどんな大迫力の景色が広がるんだろうという期待を抱きながら淡々と歩いていきます。はじめの20分くらいはこのような林道を登ったり下ったりしながら進みます。この辺りの標高はロープウェイの到着駅とほぼ同じです。森を抜けると本格的な登りが始まります。そしてスタート時には見えなかったウンターグリンデルワルト氷河、日本語でいう霜グリンデルワルト氷河が見え始めました。木や岩がむき出しの周りの山とは違い、氷の塊が真っ白で天気もいいためキラキラと光って見えます。登山のプロたちはあんな過酷な斜面でも登れるのでしょうか。しばらくこの眩しい氷河を眺めながらゴツゴツした道を進んでいきます。スタートから30分くらい進むとベンチがあったので水分補給の休憩です。ふと気づくといつの間にかアイガーの真横まで来ていました。なんという迫力。アイガーは北壁が登山の難所として有名ですが、この東壁も垂直に切り立っていて到底登れそうにありません。ハイキング再開です。メッテンベルク山の斜面というか巨大な岩の壁の横を歩いていきます。道はだいぶ狭く、右手は急斜面、落ちたら終わりというスリルがありますが、道はきれいに整備されているので安心して歩けます。この岩のゾーンを過ぎるとだいぶ緑が増えてきました。これなら羊さんたちの餌もたくさんありそうです。実は切り立った岩のゾーンの上にこのような土と草のゾーンがあるのには理由があります。スタート直後の森を抜けてからはメッテンベルク山が作り出す切り立った崖の真横を歩いてきました。そこは斜面があまりに急すぎて土や草が定着できず、岩場だがむき出しになっていたんです。しかしその崖のゾーンを抜けると氷河が削ってできた巨大な谷の型にあたる比較的斜面がなだらかな地形に出ます。
斜面が緩やかなので土がとどまりやすく、高山植物や草がしっかり生えることができるため、突然、のどかな緑のゾーンになるんです。地形の変化って面白いですよね。ゴールの山小屋、ベーレックが見えてきました。今回は山小屋には寄らずに、通り過ぎてすぐの場所にあるベンチがゴールです。アイガー、そしてグリンデルワルト氷河を見渡し、さらに奥へと続くコースも見えます。ここからさらに800メートルほど登ると、シュレックホルン小屋という山小屋があるようです。ベンチに座って、足元に広がる深い谷を見下ろします。実はここ、昔は全て巨大な氷河で埋め尽くされていました。地球温暖化の影響で氷河が溶けて後退し、今ではその削り跡である巨大な U 字屋が残されています。大自然の歴史と変化を直接感じられる、とても感慨深い場所です。さあ、再出発です。帰りは、来た道をそのまま戻ります。通常、一度通った道を戻るのはあまり面白みがありませんが、ここは違います。オーロは奥にそびえる氷河に向かって歩きますが、袋はグリンデルワルトの街並みを眼下に見下ろしながら歩くので、全く違う雰囲気を楽しみながら戻ることができるんです。これは偶然ですが、オーロに比べてはあまりハイキングコースの近くにいなかった羊たちも、袋ではコース近くに出てきてくれました。アルプスの絶景と可愛い羊たちに癒されながら、最後はロープウェイに乗ってグリンデルワルトの街まで降ります。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。他の動画もあるから見てね。